はい、こんにちは。今日は、ホンダのですね、フリードハイブリッドのモデューロ X の後期モデルになります。こちらの方の、走りのインプレッションをしていきたいと思います。私はこの車乗るのね、非常に楽しみにしていたので、まあ皆様にもですね、何かこう買うきっかけとなるような動画を配信できればと思っています。で、まず結論から、言いますと、フリードに乗られる方でしたら、この車を私は、まあ、お勧めします。フリードを1本に絞られてる方でしたら、もうこのモデューロ X を買われた方が私はいいかなと思います。むしろこの車を買わない理由はないかなと思います。買わない理由があるんだとしたらば、ゼロサスプ対応の ACC がついてないっていうね、そこだけかなと思います。はい。ということでですね、早速、今、川越インターの入ってきましたんで、高速道路でのね、インプレッションをお伝えしていきたいと思います。で、高速道路ね、今、初一発乗りましたが、アクセルのね、やっぱりこのレスポンスが非常にいいですね。で、やはりですね、こういったハイブリッドってね、私思うんですけれども、やはりね、パワー感がものすごく感じ取れるというところに、まあ、ファントゥードライブ、ドライビングプレジャーっていうものをね、感じ取れる。そこはね、やっぱり、ね、僕ね、ハイブリッドのね、ドライビングする上での、まあね、楽しみの一つになるかなと思います。昨今のね、スポーツカー見てもそうなんですが、まあ、ポルシェもね、新しくこう進化していく過程があるんですけれども、何がね、いいかというとね、毎年毎年、アクセルをポンと入れた時のですね、エンジンの出力のね、応答性というものがものすごい高くなるんですよね。ただ、パワーは大したことないんだけども、アクセル入れた時の応答性というものが、もう毎年毎年進化していくので、そこがね、数字以上のパワーが出てるなって感じるところがあるし、やっぱポルシェってして楽しいよねって言えると。なので、ハイブリッドもやっぱりそれに通じるものがあって、モーターですよね。トルクがもうね、瞬時に立ち上がっていくのでね、持ってるその出力以上のフレキシブルな走りというものが感じ取れることができるので、走っていて楽しいということです。まあ、これはね、フリード全般的に言えること、ハイブリッド全般的に言えることですけど、このフリードのね、いいところっていうのは何かというと、まずですね、土屋さんのセッティングされた足回り、一言で私言うと、これはね、ステップワゴンのハイブリッドと同じ乗り味ですね。乗り味的なところだけで言ったら。目つぶってたら、ステップワゴンとハイブリッドと走りがね、乗り心地がね、変わらないです。もうそのぐらいすっごいしなやかですね。で、ステップワゴンのハイブリッドとじゃあ違うところって何なのって言った時に、まあ、当然ね、ダンパーの、スプリングのレートが違うはずなので、当然ながらですね、乗り心地はステップワゴンハイブリッドとは同じなんだけども、こういった路面の、継ぎ目のところでのですね、入力、それからコーナリングしていく時の、ロール合成の高さ、まあ、そういったところが、このフリードのね、ハイブリッドのモデュール X っていうのは、ステップワゴンよりもさらに安定しているんじゃないかなと思います。まあ、ここはね、後々鶴ヶ島ジャンクションが見えてきますんで、ちょっとそこでね、見てみたいと思いますが、とにかくね、まっすぐ走っていく上ではね、ステップワゴンのね、モデュール、ステップワゴンのハイブリッドって変わらない。かつ、僕が一番絶賛していたステップワゴンの 1.5 リッターの VTEC ターボの初期型のモデュール X ですね。あれの、走りをね、ちゃんと踏襲してます。で、先ほど、ハイライトの動画でもね、お話ししたんですけれども、後期モデルはね、後期モデルのガソリンは、足がね、かなりね、ゴツゴツするようになっちゃったんですよね。スポーティー度合いと、走りの快適性と、まあ、いう意味でいくとね、少しね、バランスがちょっと崩れちゃったのかなっていう気がしてたんですけれども、このね、モデューロ X になってから、ちゃんとね、初期型のステップワゴンのね、ガソリンのモデュール X と同じね、走りをね、また持たせてくれるようになったっていうところがすごくいいところですよね。で、前期モデルの、前期モデルのフリードのハイブリッドのモデュール X と比べるとどうなのっていうと、前期モデルのフリードのモデュール X のハイブリッドもこの走りなんですよ。だから僕ものすごい絶賛してたんですけれど、ちゃんとね、そのいいところっていうものがしっかりとこの後期モデルにもね、残されてますね。
じゃあ前期と後期でじゃあ何が変わったのっていうところですね。そこをね、今、そろそろですね、鶴ヶ島のジャンクションに入りますので、コーナリングしてみて、あとは、少しですね、速度を上げて、直進の安定性というものをね、確認していきたいと思いますね。でやはりね、何度も私言うんですけれども、ホンダのね、開発人、ホンダの人間っていうのは、やっぱスポーツカー大好きな人多いんですよね。で私の知り合いの方でも、やはりスポーツカー、未だに乗ってるらっしゃる方もね、当然いるし、格付けになってる方でも当然ね、スポーツカー乗ってたりとかするんですけれど、そのね、開発人の集まった車なんじゃないかなっていうぐらいね、ものすごいね、ミニバンなんだけど、ホットな走りをしてくれるっていうのがフリード。でこういったですね、コーナリングセクション。うわー、すごい。見てください、この安定感。以前もね、フィットでも話したんですけど、フィットよりもね、さらに速度レンジが高いところで、コーナリングしていくんですよ、同じように。もうすごいですよ、これ、本当に。うわぁ。この安定感はちょっとね、鳥肌が立っちゃうんじゃないかっていう、鳥肌立ってるんですけども、いやー、すごいな。ここがやっぱりね、ステップワゴンのハイブリッドとはちょっと違うところですね。ステップワゴンのハイブリッドは、乗り味はすごくしなやかなんですけど、どうしても車体が重いというところもあるんですが、だからね、ロール合成がちょっとね、やっぱり弱いっていうのはありますよね。それはあくまでもフリードのこのモデュール X と比べての話ですけれど、一般的な車と比べるとね、非常に乗り心地もいいし、ロール合成も高い車になってる。そこはホンダ車のね、昔ながらの乗り味なんですけれど、このフリードはね、ステップワゴンのハイブリッドと比べると、ロール合成がね、より一層高くなってるんで、コーナリングをね、攻めるというね、走りがね、しっかりとできる。で、なおかつフラットライドで、何よりですね、タイヤがしっかりとね、四輪がね、ピタッと設置してるっていうのがね、手に取るようにわかる。だからね、雨を走っても全く怖くない。で、今こうやって普通に走ってるんですけど、ものすごいね、速度レンジがね、高くなってるってことに気づきます。そうですね、フリードの前期モデルのモデュール X に比べるとですね、明らかに車の安定感、安心感っていうものが上がってるっていうのを感じますね。だから普通のなんていうんですよね、普通に走っていても感覚は変わらないんですよ。感覚は変わらないんだけども、メーターを見るとね、10キロぐらいレンジが速度レンジが上がってるんだけれども、乗ってる感覚は一緒みたいな、そのぐらいね、直進の安定性というものが高くなってる。この車はすごいことですよ、これは。一昔ね、昔の車で言うとね、もうね、このぐらいの速度出してるとね、結構怖いんですよ、車、割と。そこそこね。なんですけど、もうこのフリードのハイブリッドのモデュール X はね、怖さっていうものがね、全くないです。本当に安定します、車が。びっくりするぐらい。いいくらい、初期モデルも、前期モデルもね、やっぱそうだったんですよね。で、E の 220D を貸してもらった後に、フリードの、ハイブリッドのモデュール X を押してもらったんですけども、本当ね、E クラスと同じような高速安定性を持った車だっていう話をしたんですけど、後期モデルになるとね、そこがね、より一層ね、高まってる感覚がありますね。で、車両の紹介でもしたんですけども、基本的に後ろのエアロダイナミクス、サイドはね、一緒ですよね。で、何が変わったかっていうと、今回のフリードのモデュール X になって、フロントのバンパーが変わったんですよね。サイドのボルテックスジェネレーターで、後ろも左右ですよね。下も左右にボルテックスジェネレーターがつき、センターの仕様がね、少しね、変わりましたよね。だから、それによるね、影響というものがかなり出てる。何が影響出てるのかっていうとね、おそらく、フロントバンパーのね、アンダーの形状が変わったことによって、より一層風の流速が上がって、風がね、抜けるようになったんじゃないかなって思いますよね。そこをね、やっぱりすごく感じる。で、それによって、車速が上がってるんだけども、上がってないかのような。要するに、車の浮き上がりというものが、確実にね、抑えられてる。前期に比べるとより一層ね、抑えられてる。なので、車としてそこそこの速度が出ていても、全くね、速度が出てないという風な錯覚をね、覚える。そういったね、安心感、安定感というものが、
出てるっていうのが今回のねこのねフリードの後期モデルのモジュロ X の走りであり進化なのかなということをね、改めてね感じました。はい。で今ちょっとね高速安定性ちょっと試せてなかったので、もう一度ね高速を乗り直して、走りのですね進化の度合い、エアロダイナミクスのその進化ですよね、足回りの進化、そこをですねもう一度ですね検証していきたいと